子どもたちの素直なリアクションを通して地元の食の魅力を伝えるなるほど探検隊。僕なるほどくんが子どもたちをナビゲートするよ。今回のテーマはおよそ40年前に誕生した高知を代表する地鶏土佐次郎の卵。一般的な卵よりちょっとお高いですが、日常的には買わないけど、なんかちょっといいことがあったら買ってみようみたいな。ちっちゃいけどなんかコクがある、甘くて。黄身がね、普通の卵よりね濃い感じがするの。色もね、本当に美味しいですよ。そんな土佐次郎の卵は通常の卵よりも小さく、黄身の色が濃いのが特徴。さらに卵黄の膜が強いため、なんと箸でつかめちゃう。そんな土佐次郎の卵の美味しい食べ方といえば、卵独特の匂いもなくって生で食べても美味しいです。そう、生で食べるのが一番。特に卵かけご飯が最高。そしてご飯だけではなく、釜玉うどんのようになんとラーメンにも卵を絡めちゃうんです。さらに土佐次郎アイスクリーンなるものも。土佐次郎の卵をたっぷり使ったアイスクリーン。そんな高知県民から愛される土佐次郎の卵、その美味しさの秘密とは。調査するのは四万十市で育ったこの5人。みんな卵料理好き？好きです。目玉焼きを食べます。オムライスとかオムレツを食べることが多いです。土佐次郎って聞いたことある？聞いたことあるけどあんま知らない。それじゃあ土佐次郎に詳しい人のところにレッツゴー。今回訪れるのはレモンなどの栽培と土佐次郎の飼育を同じ敷地内でしている一円農場さん。今日はよろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。お世話になるのは土佐次郎を30年以上育ててきた一円さん。みんなそもそもなんで土佐次郎っていうか知ってる？土佐次郎っていう鳥はお父さんが土佐地鶏で、お母さんはアメリカ原産のロードアイランドレッドという鳥です。土佐地鶏の土佐地とロードアイランドレッドのローを足して土佐次郎っていう名前になりました。知らん。そろそろ。ここで一円さんから土佐次郎クイズ。で、土佐次郎の子供は土佐次郎になると思いますか？はい。はい。なります。なりません。ならない。ならんがですよね、これが。土佐次郎は一大雑種といって、こちらの両親から生まれた鶏でないと土佐次郎とは言えないんだって。早速土佐次郎に会いに行こう。探検スタート。なんか動物園みたいな匂いする。ここに土佐次郎がいるって聞いたけど全然いないね。実は一円さん、毎朝8時に土佐次郎にあることをするんだって。はい、ここが鶏小屋です。土佐次郎が入っている弊社鶏のお家ですね。普段は放し飼いにしているけど、夜寝るときはこの鶏舎で寝るんだ。だから朝起こしに行くのが日課なんだって。いきなりバッと開けたらすごくびっくりするんで、戸を開けるときに「おはよう」って声かけちゃって。土佐次郎はとっても臆病。驚かせないように声をかけるんだよ。おはよう。おはよ土佐次郎が怯えないように離れて見守ろう。すると
あ、でも出てきた出てきた。グッドモーニングエブリワン。かわいい。かわいい。早いよ。入った入った。お前オリンピック出れちゃうの？ね、可愛くね。土佐次郎のみんな起きてきたね。ここで一円さんが土佐次郎を抱っこさせてくれることに。土佐次郎たちが住むこの一円農場にはある特徴が。これ知らん？みんなこれ。ポンカン。ほら、ちょっと匂ってみ。これ匂ったことない？あんま食べる？家で。匂ったことある。ほら、絶対ある絶対ある。ポンカン。匂ったこと。小夏。あ、正解。うわ結構こう養鶏とね果樹の相性って良くて、うちの農法っていうのが循環型農業っていう形で、なんと鶏の糞を肥料として果樹を育ててます。で、果樹にとって鶏っていうのは害虫を食べてくれたりするわけ。そういうこうバランスをとっていくような農業をしてます。はい。で、うちはもう放し飼いですね。完全に放し飼いにして育てています。ストレスがない飼い方やと言われてます。土佐次郎がストレスなく育つと卵も何か変わってくるのかな。大きさとか卵の味とか、おお、そこら辺完璧やん。やっぱりストレスフリーに、ストレスがないっていうことは、ゆうせが言うてくれたように卵質とか、あと産卵率に大きく影響しますね。ストレスがないといい卵をたくさん産んでくれるんだね。でも放し飼いで苦労したことも多かったんだって。うち放し飼い飼育ずっと最初の頃からやりようがやけど、最初300羽から始めて放し飼い、もうあっという間に全滅させられて、タヌキ、イタチ、ハクビシン、キツネが。キツネ見たことある？はい、見たことあります。あるある、おるもんね。放し飼いは天敵だらけ。でもあることに気づいて防いだんだって。これが面白いのが、1500羽を超えたあたりから全然鶏食べられんなった。獣に襲われんなった。仲間で行動しよる。お、そう。だいたい今2000羽ぐらいの鶏がおるかやけど、もう本当にここはちょうどええところで。一円さんによると、土佐次郎はたくさん集まるとみんなで協力し、天敵が来たと知らせ合うようになるんだって。次郎は弱いところもあるけど、この頭を使って天敵から身を守って頭がいい。そう、素晴らしい。それでは一円農場の仕事を体験していこう。できる？よっしゃ、オッケー。これをほら、コロ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 転がしたら、お、すげえ。うわ、重い重い。実はこれ四万十川などの河川敷で採れた枯れ草。これを小夏の木の周りに敷いていくんだって。とここで応援しに来てくれたのかな。それにしても枯れ草と土佐次郎ってどんな関係があるのかな。これを敷くことによって菌が湧く。鶏って土を食べるがやけど、たくさんいろんな菌がおる土を食べることによって鶏も健康になっていく。卵の質も良くなって、本当にええ卵ができるっていう。この枯れ草に含まれる菌によって土佐次郎の産卵率や小夏の木などの成長率が上がったんだって。続いての作業は土佐次郎の卵をじゃあ今からみんなに取ってもらいたいと思います。卵は1日どのくらい取れますか？800個くらいかな。めっちゃ取れるやん。800個ですね。2チームに分かれて土佐次郎の卵集めるぞ。実は土佐次郎どこにでも卵を産むんじゃなくって自分からこの棚に入って産むんだって。よいしょ。順調に取ってるね。まだ親鳥がいるけどみおとちゃんちゃんと卵取れるかな。大丈夫大丈夫。大丈夫大丈夫。
戦しながらなんとかゲット。同じ土佐ジローでも餌の食べ方や個性によって殻や黄身の色が変わるんだって。こっちのチームもたくさん取れるかな？めちゃめちゃビビってるやん。熱いの？めっちゃ熱いが聞ここれはちょっと出るかもしれんけど。ゆうせいくん頑張って。一員さんに手伝ってもらってなんとか取れたね。たくさんゲットしたね。最後は出荷までの流れを体験。取ってきた卵を一つ一つ丁寧に水洗いして、みんなでパックに詰めていこう。卵をここに大きく。こうやって一つ一つ手作業でパック詰めしてるんだね。綺麗に詰められたね。はい、それでは皆さんお疲れでした。はい、みんながね、自分で取ってくれた卵を今から食べてみましょうか。はい。せっかくなので取れたての土佐ジローの卵を使った卵かけご飯を食べてみよう。いただきます。すげえ。わあ、美味しそうだね。健吾くん、どうかな？いつもの卵と比べてどう違うかな？もしかしたら双子があるかもしれない。甘さ？甘さが違う。卵甘い。甘い。そんなに甘さが違うんだね。するとおかわり。よいしょ。おかわり。いいよっしゃ。はい。マジ何杯でもいいの。もうお箸が止まらない。なんかいつも食べよう卵よりなんか黄身がとろっとしちゃってとても美味しかったです。大変で一円さんはあの仕事を一人でやってるのがすごいなと思いました。土佐ジローが美味しい卵を産むためにたくさんの工夫と苦労があったんだね。みんなわかったかな？勉強になりました。合格。